はいどうもチートンです。今回はこの竹林にバンブーハウスを作って狩猟肉を食べるという男のロマンを叶えていきたいと思います。実はね、竹林を買うって決めてからバンブーハウスを作ることは決めていました。遊び場所とか拠点としても最高の場所になると思うので、ぜひ動画を最後までご覧ください。ということで早速バンブーハウスを作っていく。大事なのはどこに作るかなんですけど、竹を切って地面に刺してそこからバンブーハウスを作っていくと、地面に刺した部分がねやがて朽ちてバンブーハウス全体が崩れてしまうので、もともと生えてる竹を生かして高床式にしてしばらく朽ちないバンブーハウスを作っていきたいと思います。ちょうどよく竹が生えていればそれをね柱にしたいんですけど、この辺とかいいかな。この柱とそこの柱、その柱と奥の柱、この4本を柱にして床を作ってね、いい感じのバンブーハウスここに構えていきましょう。まずはねこの竹を柱にするんですけど、こいつ邪魔なんで切っちゃいましょう。マジでここの孟宗竹太すぎ。はい、切れました。あとこれも邪魔だね。これも切っておこう。よっ。はい、ということでバンブーハウスを作るための準備が整いました。この柱とこの柱とこの柱とこの柱、これを柱にして高床式のバンブーハウスをここに作っていきたいと思います。床材を集めていきましょう。ここの竹太すぎて床材にするにはね結構大変なんで、ちょっと周りを見渡して細めの竹を切っていきましょう。この竹いいね。この竹使っていこう。長さはねこれぐらいかな。この辺で切っていこう。イエーイ、蜘蛛の巣。お、ちょうどいい。そしたらこの長さの竹をいっぱい集めていきましょう。長さを合わせて切っていきます。オッケー。とりあえず竹をねいくつか切ってみました。どんな感じになるかやっていきたいと思います。まず手前にこうやってね横通しの柱をね結びつけていきます。ちなみに結んでいく紐なんですけど、こういう富士のつるとか、あとはねクズのつる、そういったものが適しています。今年生えたばっかりの1年生のつるだと簡単に切れちゃうんですけど、2年目以降のつるはね結構強靭になっているので、それを採取して使っていきたいと思います。すごくしなやかで切れることがありません。めちゃくちゃ強靭です。本当に強靭なロープにしたかったら茹でて皮を剥いで、そして発酵させて人皮繊維だけを取り出してより合わせてロープを作ると本当に強靭なロープになるんですけど、今回は簡単に使いたいんで、これをねこうやって繊維をほぐして柔軟性を上げてね竹と竹を結んでいきたいと思います。もうこれだけで十分しなやかなロープに変わりました。これをねいくつか採取していきましょう。この竹林ね、下をランナーのように藤のつるが走り回ってるんですよね。ほらこれも。ちなみにまだこの青々しいのが1年生のつるで、これはねこうやって簡単にちぎれちゃいます。こういうのじゃなくって、こういうねできれば地面を走ってるこのつるね、こういったつるを集めるとクラフトに使うロープの代わりになります。これはもう枯れちゃっててパキパキですね。簡単に折れちゃいます。藤のつるを手に入れたんで早速土台を作っていきましょう。この辺かな。これをぐるぐるっと巻いて、ちょっと長さ足んないか。一旦仮止め。そして反対側を結構頑丈だね。大丈夫そう。補強していきましょう。よいしょ。いい感じ。たった1本入っただけなんですけど、めちゃくちゃワクワクしてきますね。いや楽しい。そしたらね奥もどんどん竹を結んでいきましょう。よいしょ。
この辺かな。そしたらね、藤のつるをたくさん集めるのは大変なんで、今はね、文明の利器を使いましょう。麻紐です。これはね、6ミリの麻紐で結構強靭です。今回はね、これを使わせてください。ただこういう風に藤のつるやクズのつるも使えるんで、これを覚えておくといいと思います。こういった天然素材の麻紐なんかは最後使い終わった後にね、放っておけば自然に帰っていくので、こういうね、クラフトでよく使われています。一旦ちょっと仮止めにしておきましょう。そしたら反対側も結んでいきましょう。ギュギュッとな。めっちゃ斜め。これもうちょっと下だな。もう一個下の節に合わせましょう。お、完璧。こっちも体重かけても全然平気ですね。まあそうは言っても一応麻紐でも補強しておきます。土台が弱かったら意味ないからね。まあ作っていきながら崩れそうならね、要所要所補強していきたいと思います。横通しの土台ができたんで、今度は縦に土台を入れていきます。そしたらこいつもしっかりと柱に縛り付けていきます。 OK。がっちり。そしたら奥もね、しっかり縛り付けていきましょう。あ、ここちょうどこの竹に乗っかってる。偶然というか奇跡というか最高ですね。これでここの土台はかなり強靭に保たれてます。よいしょ。 OK。 いいね。反対側にも縦の柱を入れていきます。よし、床の土台ができました。もうこれだけで秘密基地感出てきましたね。やばい、楽しみすぎる。どんどんね、縦同士に柱を入れていきます。どんな感じになるのか全部入れてみましょう。いいね。そしたらね、これもロープで止めていくんですけど、これはね、横にずれなければいいだけなんで、軽く止めれば OK です。よいしょ。こんな感じで全部止めていきます。いい感じ。よし。あとはこれをまっすぐ向こう側を止めれば OK。せーの。まずはバンブーハウスの床の土台が出来上がりました。ちょっと乗ってみましょう。お、大丈夫そう。おー。全然大丈夫そうですね。まずはこれで土台が完成したんで、今日はねちょっと暗くなってきたんでここまでにしたいと思います。いやー、やってみるとあっという間だね。ただ暑い、汗だく。熱中症にだけはね気をつけたいと思います。皆さん、あそこにある足跡、何の足跡か分かりますか？あれ多分あいつですね。よっ、この足跡間違いなくアライグマの足跡ですね。この水辺にね、アライグマ生息してるんだと思います。バンブーハウスができたらイノシシのお肉を食べようと思ってたんですけど、猟奇にここのアライグマを取る前哨戦としてアライグマのお肉を食べていきましょう。ということでバンブーハウスの完成ががぜん楽しみになってきました。床の土台ができたんで、今日はここに竹で板を張って床を完成させたいと思います。床材に使っていく竹なんですけど、できるだけ太い竹を切ってそれを割って使っていきたいと思います。せーの。そしたらこれをちょうどいい長さに切っていきます。そしたらこの竹を割っていきます。割れた。そしたら反対にひっくり返して、せーの。うわ、叩いてた竹がもうボロボロ。あ、割れちゃった。割れた。そしたらこれをさらに半分に割っていきます。いいね。竹が太いから、たった1本の竹からもこんだけね幅広の床材が取れます。いい感じ。さあこれをねどんどん敷き詰めていきましょう。竹が太いから4枚敷いただけでもこんなに面積があります。いいね。ちょっとここあれだな、隙間が空いちゃったからちょっと短くしてここを敷き詰めましょう。いい感じ。そしたらこれも麻紐で留めていきましょう。この辺はね軽く止まってればいいんで、麻紐の4ミリを使っていきます。こんな感じで何箇所か留めていきます。せーの。床材を土台に留めました。ちょっと乗ってみましょう。よいしょ。おお、バッチリ床になってる。全然不安感ないですね。完璧だ。じゃんじゃん作っていきましょう。バンブーハウスの床を敷き詰めることができました。いや
やっと床が完成した。せっかくなんで乗ってみましょう。よっ。おお、素晴らしい。全然大丈夫。あー疲れた。床ができたんでちょっと休憩しましょう。いただきます。うんめえ、めっちゃ癒される。この外で食べるカップヌードル、なんでこんなに美味しいんだろう。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかった。竹林の風がめちゃくちゃ気持ちいいです。このまま寝れそうよっ。寝ちゃいそう。まだまだバンブーハウス作り続くので頑張っていきましょう。さて、ここから屋根と壁を作ったら完成です。これ作るのがね、めちゃくちゃ大変だったんで、こっからがまた大変な作業になりそうです。少し暗くなってきたんで、また別の日に作業したいと思います。そうだ、それと今日の朝アライグマの足跡を見たと思うんですけど、それをね、このトレイルカメラで確認したいと思います。この辺に仕掛けましょう。さて、アライグマは映ってるのか、トレイルカメラを見てみましょう。お、なんか映ってますね。これはなんだ？アライグマだ。やっぱりこの竹林にはアライグマいますね。ただしっかり映ってる動画はこれしかなかったんで、もうちょっとね、継続してトレイルカメラ仕掛けておきましょう。そしてバンブーハウスはこれぐらいの高さに目隠し用の壁を作っていきたいと思います。ということで3日目、壁を作っていく。はい、竹を切って割ってきました。まずは壁を支えるためのね、梁を固定していきます。仮止めだけしておきます。そして反対側も止めておきます。 OK。 そしたらこっちもしっかり固定しておきます。よっ。こんな感じでね、ここにまず壁を作るための梁をあと3本つけていきます。せーの。壁を支える梁ができました。そしたらここに互い違いに割った竹を入れていきます。そして2本目は1本目とは向きを変えて、入れる部分も互い違いになるように入れていきます。こうすることでお互いの壁が抵抗し合って強靭な壁を作ることができます。それではどんどん入れていきましょう。こんな感じで壁を作っていきます。それでは材料を作っていきましょう。これだけあれば足りるでしょう。それじゃあ早速壁を作っていきましょう。壁が1枚できました。バンブーハウスらしくなってきました。そしたら残り後ろと横、あと2面壁を作っていきます。せーの。壁の梁が入ったんで、壁の板材を入れていきます。やっとできました。疲れた。もうだいぶ暗くなってきました。結構板材余っちゃったね。よいしょ。どう？バンブーハウスらしくなってきたでしょう。残るは屋根を作って完成です。視聴者の皆さんにとってはね、だいぶテンポよく進んでると思うんですけど、かなり地味な作業で時間がかかってます。でもね、一つ一つ組み上げるたびに完成にね、一歩ずつ近づいてるんで、飽きることなく楽しむことができています。それではまた明日。
子供たちがひとしきり遊んで帰っていきました。長さの違う竹筒を作って楽器を作っていました。賢いよね。ちゃんと長さを変えると音が変わるっていうのと、ちゃんと節を抜いて筒にしていました。こうやってね、自由に遊ぶことで知恵もつくんだと思います。見てこれ、途中で気づいたのか、音がよく出ないからってこうやって土台をかませてね、音がよく鳴るように工夫していました。自然の中で遊ぶとね、こういう知恵もつくんだと思います。そばで見てたんですけど、外で遊ぶことの大切さ、また一つ学ばせてもらいました。こういう壁もね、子供たちにとっては楽器になるようです。さて、今日はついに屋根を作って完成させていきたいと思います。あと少し頑張っていきましょう。屋根はこれくらいかな。まずは仮止めをしていきましょう。よっ、仮止めを本締めしていきます。後ろの屋根の梁も止めました。そしたらここに半分に割って節を抜いた竹を乗せて固定していきます。よし、こんな感じで屋根をずっと敷き詰めていきます。屋根を一列敷き詰めました。ただこのままだとこの隙間からね、雨がポタポタ落ちてきてしまうので、ここに半分に割った竹を逆さに入れていきます。はい、こんな感じ。こうすることで隙間から雨が落ちてくることがなくなります。そしたらこれを全部の竹に入れていきます。やっと屋根まで完成しました。これで完成と言いたいところなんですけど、横幅が結構広かったんで、真ん中の竹が結構たわむんですよね。で、毎回ここにね、ジャンプして乗るのも結構疲れるんで、ここにグッと1個柱を入れたいと思います。こんな感じで切りかけを作ってあるので、これをここにはめていきます。ただ立てかけるだけだと床を支えてくれないので、床をグッと持ち上げて下に差し込みます。せーの、よっ、こんな感じ。せーの、よっ、よし、これでこの床がたわまなくなったはずです。ちょっと乗ってみましょう。おお、全然違う。たわまないね。バッチリ。そしたらね、ここにはしごをつけていきましょう。ということで、やっとバンブーハウスが完成しました。土壁の中に作った秘密基地に続いて竹林の秘密基地です。めちゃくちゃいい。最高だよこれ。それではお邪魔します。はしごもちゃんとしてる。最高だ。壁も完璧。完全に足を伸ばしてもね、悠々と寝ることができます。いやー最高。久しぶりのね、ハードワークでしたけど、今めちゃくちゃ気持ちがいいです。それではこの竹林にはね、たくさんアライグマが住み着いていそうなんで、料金になったらここのアライグマを捕まえたいと思います。その前哨戦としてアライグマ肉保管してあるんで、それを美味しく食べていきたいと思います。猟期に取れたアライグマのお肉です。解凍して下味をつけておきました。今回アライグマの一番美味しい食べ方、ホイル焼きをやっていきます。長時間焼いていくんでしっかりと包みましょう。これでアライグマのホイル焼きの準備ができました。早速焼いていきましょう。そして中までじっくり焼いていくために蓋をかぶせます。これで30分、ひっくり返して30分、合計1時間くらい焼いていきます。ちなみになんでアライグマはホイル焼きが美味しいかというと、ジビエ肉を食べるときにホイルに包んでじっくりと高温加熱することで臭気成分が揮発したり余分な油が出てくるからです。それ以外にもね、僕が考えている内容がこのチートン動植記に載っています。食べ方以外にも獣害の問題や命に対する僕の考え方とかね、いろいろ載っています。興味のある方はぜひ概要欄のリンクから見てみてください。ただちなみにね、このアライグマ元から臭みが少なくてめちゃくちゃ美味しいお肉です。ホイル焼きにしたらね、間違いなく絶品になるので楽しみです。お肉が焼けるまでちょっと時間があるんで、ランタン入れ作っていきます。
竹と文明が融合したランタンができました。めちゃくちゃいい雰囲気だね。個性あるランタンたちができました。これがあればね、暗くなってきても安心してご飯を食べることができます。めちゃくちゃいい香りがしてきてます。あっち蓋をしてたんで上まで熱くなってます。もう結構焼けてきてるとは思うんですけど、じっくり加熱することでお肉がほぐれて食べやすくなります。パサパサになっちゃうのって思う人いると思うんですけど、ホイルに包んでるんでいい感じに水分が保たれてパサつくことはありません。ジューシーで柔らかいお肉に変身します。まだまだ焼いていきます。いい匂い。30分経ったんでひっくり返していきます。もう30分焼いていきます。聞こえるかな、ジュクジュク言ってる。炭火で合計1時間焼きました。開けていきましょう。しっかり焼けてますね。あっち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 。肉汁がすごい。1時間焼いてもめちゃくちゃジューシーに仕上がってますね。せっかくなんで表面をちょっと焦がしてメイラード反応で香ばしく仕上げましょう。いい色に焼けました。ということでアライグマのホイル焼き完成。大地の恵みに感謝していただきます。やっとこのバンブーハウスで食事をすることができます。いやー、感慨深い。いただきます。この歯ごたえ、ジューシーなのにザクザクと噛み切れるいいお肉です。うんまっ。全然嫌な臭さがないですね。やっぱりアライグマの肉は美味しいです。個体差はあると思うんですけど、このホイル焼きにしたらね、大体のアライグマは美味しく食べられると思います。アライグマの足の独特なね、このザクザクとした食感、決してね筋張ってるとかそういうことではなくって、ジビエ特有のいい歯ごたえです。決して硬いわけではありません。柔らかいのにザクザクしてる。そしてジューシー。味は豚肉寄りなのか牛肉寄りなのかとか気になってる方いると思うんですけど、アライグマのお肉はラム肉寄りです。子羊のような癖の少ないねラム肉っていう感じです。昔大きなオスの個体を取ったんですけど、そのアライグマのお肉はマトンのようなちょっと癖のあるお肉でした。うますぎます。本当にうまい。結構腕パンパンになったんで、このアライグマのお肉で超回復したいと思います。いやー、染み渡る。本当に美味しい。っていうかトレイルカメラのアライグマの映像皆さんすでに見たと思うんですけど、ここやばいね。アライグマめちゃくちゃいる。冬になったらね、箱罠仕掛けてアライグマ撮りたいと思います。いやー、軽トラで来てるんでビールを飲めないのがめちゃくちゃ残念です。この後ゆっくり味わいながら食べたいと思うんで、一旦ごちそうさまでした。ということで今回の動画が面白かったという方はぜひ高評価ボタンを押してください。それとシートン動植機も依然好評発売中です。ぜひね概要欄から見てみてください。これからもねどんどん面白い動画を撮っていくので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。バイバイ。